国慶節で激混み、福建省の省都福州。激混みレストランで楽しむ名物料理。ローカルレストランの B 級グルメ。締めは八花のお酒と料理。おはようございます。タクシーに乗って今温州南ですね、温州南駅に着きました。で今から福州に向かいます。福州南駅ですね。で今回国慶節ってことでね、席が取れなかったんで福州南駅まで約2時間立ち席です。そもそも泉州泉州ですかね、日本語だったら泉の州、そこに行きたかったんですけど、温州から直接そこが取れなかったんで、福州までの立ち席だったらあったんで、そこから泉州までは普通に取れたんで、今日1日だけですね、1泊だけ福州で1泊して、で明日泉州に行きます。はい、ということで今福州のホテルの最寄り駅で降りました。地下鉄でね、普通話以外にここの方言ね、多分闽南語か闽南話のアナウンスも流れてて面白かったです。これからホテルチェックインする前にね、お昼ご飯でも食べに行きます。よくわかんないけどメニュー多くて戸惑ってたら、なんかおじさんが、どこのおじさんかわかんないけど「10ピースはナータン」っていうやつがいいよって言われて、それ注文しました。砂糖入れるかって聞かれた。そう砂糖入れて作ってるんだって、ここは。なんで砂糖入れますかみたいなこと聞かれて、面白いよね。なんか作り方がいろいろあるんだよね。いただきます。これが酸辣湯というものらしい。トマトとかいろいろ入ってる。面白い。酸っぱくって、で砂糖入ってるよね。当然さっき入れるかって聞かれたんで、このよくわかんないもの、卵とトマトと椎茸とこのよくわかんないものが入ってる。で米がこういう弁当箱みたいなものに入ってきてますね。すごいドローカルな感じの店でしたね。僕が入った時は誰もいなかったんですけど、どんどん入ってきて満員になりました。でレストランラータン、あれ12元ですね。安いね。でお店のおばさんが最後値段を言う時に何度も繰り返してくれて、手のジェスチャーも使ってね、方言の、まだまだ方言現役の地域なんだなって感じですね。南国って感じ。ここが今晩のお宿。ホテルの部屋はこんな感じです。窓は一応両脇に窓枠としてはあるんですけど、廊下に面してるだけなので実際は閉じられてます。ここは浴室です。快適な感じではあります。でこれで1泊290元ぐらいかな。国慶節なんでちょっと高くなってると思います。地下鉄に乗ってサンパンチシャンっていうところにやってきました。この街のメインの観光スポットかな。街の中心地ですね。1日だけしかないんでね、ここをぐるぐる回って、それで観光としてはね、この街の観光としてはそれだけで終わろうと思います。遊湾ですね。結局本州とだいたい似通ってくるのかな、食べ物とかはね。ちょっと入ってみようか。中ホテルですね。こういうのどんぐらい残ってるんでしょう。どんぐらい当時のままなんでしょうね。完全に新しいって感じではもちろんない、そういう雰囲気ではないですね。白い壁でね、白い壁だからね、江南と同じですよね。白い壁、蘇州とかと同じ。何かしらでも建築様式に違いはあるんだろうな。
詳しい人がね見たら、まあ港南と地域違うし、まあきっとああいうところかな、ああいう門の上のところとかで何か違いがあるんじゃないかな。シングルモルトクラブだってよ。こういう札もちらほら見かけるな。チャオシャンジョンって言って、ここでまあ、テナント募集してるんですね。さすがに国慶節なんで人が多いですね。立ち止まったらすぐ後ろの人に追いつかれる。ファンローです。でここなんか入れるんだね。ちょっと入ってみるか。なんかなかなか広くって、で向こう側に出てこれます。で中国観光中国観光に慣れてたらね、別にそんな驚きはない普通の中国の古い建物の内部って感じなんですけど、装飾綺麗ですね。でもね、じっくり見るとね楽しいんじゃないかな。この木の迫力すさまじいな。これもガジュマル。ここ意味わからんぐらい人。国慶節って感じじゃないこれ。こうなったらね、どっちに行っていいかわからんな。これは意味わかんない。これもどう通っていけばいいかわかんねえ。お茶の試供品もらいました。ナイチャーの店かな。これモーリーフォア茶、ジャスミンティーですね。ここはジャスミンティーが有名なのかな。ここですっごいみんな立ち止まって写真撮ってんだけど、なんだろう。何も見えないの。あ、やっと分かりました。バカだった僕。あれ、後ろの木がね、あれハート型に見えるんだよね。よく分かんないけど、僕もセルフィーで写っとくか。あれがハートの木。表通りの喧騒から逃れて裏の方にやってきましたよ。裏通りってほどじゃないけど、表通りの喧騒見た後だったらこれでも結構人いるけどね。でも全然もう静かな通りに見える。ここは新何菓子の家さんの旧宅だって。展示やってるね。巡視台湾市、台湾との関係かな。ちょっと入ってみようか。台湾目の前ですもんね。ここからね、福建省って文化的にもすごい交流あって、交流あるから文化的にもすごい近いんだろうね。ちょっと待てよ、あれ大久保利道じゃないあれ。ここ武道センターだって。武術センター。福建ってどうなんでしょうね。有名なのかな。こうやっていろんな建物がね、ただまあ無料でね中入れるんですよね。豪邸の中が見れるんですよね。ここさっきも言ったようにね、サンファンチーシャンっていう歴史地区ですよね。入り口のとこにこうやってアディダスとかね、スタバがあるのは中国らしいよね。ユニクロがあって、その後ろにこんな場所に DJI が店出してるよ。まあスマホ関係とかギンバル、手ぶれをさせないためにねつけるそういう道具なんですけど、そういうところとかは完全に中国のメーカーがまあ独占してて、まあドローンもそうですよね。まあ既存のね日本のメーカーがやってなかったそういうところから手をつけて、どんどんねカメラ市場でも存在感出してきてるからね。レンズとかも中国のレンズがね今出てきてますし、ここすごいにぎわいだよ。みんな実際の外のここら辺でねみんな食べてるし。頼んでみよっか。これ頼んで向こうに取りに行くと、まあシステマチックにできるから混んでるけど大丈夫。外に出てねここで食べます。ここの池、小さい池の中にね金魚がねいるね。口出してるよ。这有啥？
これまだ中国らしいって感じの細い細い路地ですね。さっき向こうではね、おじいさんがね、なんか神様にお供え物というか、線香あげてましたね。こういう道はドラマチックだってことは疑いなく言えますよね。映画のセットみたい。このお店すっごい装飾。これすっごい高いやつですよ。フォーティアオちゃん、それのお店ですよ。表通りと裏のすっごい静かな通りとの差が激しいね。表通りこんだけ賑やか。あれは昼間見たハート型の木ですね。あの木と一緒に写るのに一番いい場所っていうのが、昼間は撮ったけど夜バージョン。夕食探しながらホテルの方向に向かって歩いてるんですけど、ここでクーチャーツァイ、ハッカですよね。ハッカの料理のお店見つけたんで、何の情報も事前情報もないんですけど、ネットで調べたりとかしないんでちょっと入ってみようか。こんな感じのお店、普通の大きめのレストランですね。鶏のやつとか鶏のスープかな、そういうの頼みたいやつあったんですけど売り切れてました。なのでちょっと地味なラインナップかもしれない。今のところ全部で111元ですね。お通しでピーナッツとトマト。先にハッカのお酒が来ました。甘いやつ。アルコール度数どんだけって聞いたら10度って言われて、でおばちゃんが車運転してきてないでしょうねって、あーガハハって笑いありました。いただきます。甘い。ドロッとして濃くって甘い。これはめっちゃうまいわ。これ結構10度って結構高めだよね、こういうタイプのお酒にしては。すごいドロッとしてる、濃厚。これはめっちゃうまい。よかったよかった、ここ来てよかったわ。これだけでもう報われた感じ。来ました。これはおすすめに出てたやつ、ハッカの料理で頼むべきやつみたいな感じ。酸菜炒大腸ですね。酸菜、漬物系と腸ですね。腸のやついただきましょう。すごい美味しそう。頼みすぎちゃったなこれ、いつもの癖で。なぜというにもう一皿あるんですよ。うまい。酸菜、結構酸菜のボリュームがある、量が多めで、ダーちゃん、この腸ですよね。そんな臭くなくってね、美味しい。ちょっと独特の臭みみたいなのがね、案外それが好きなんです。美味しいんですよね。苦手な人ももちろんいると思いますけど、僕は結構好き。天元三鮮、田園三鮮、煮代わりも入ってるや、これゴーヤ。これ美味しいね。ゴーヤも入ってるってちょっと珍しいな。南国を感じる。油はちょっと多めなんだけど、ゴーヤのおかげですっきり食べれるかな。最後のやつ来ました。ちょっと気になったやつだね。リーチローですね。ライチ肉っていう名前なんだけど、どんなもんなんでしょうね。いただいてみましょう。これポテトと肉だよね。入ってるのはライチじゃなくて、すごい美味しい。ポテトがすごい美味しいし、サクサクに揚げてあって、それに酢豚っぽい味付けだよね。ソースがライチってことなのかな。这什么直播吗？不是直播，不是吗？拍视频。啊？拍视频。哦，小视频是吧？对对。哦，那这个不是进去了吗？啊？那我跟你说话是不是进去了？
可以进去啊，啊不刚刚进去。我的意思是说这样子是不是出去了？嗯，我说我这样子跟你说话是不是也拍进去了？对对对，好，可能是这样。有点吓人。哎快了没事没事。店員が気さくな感じで落ち着ける。これめっちゃ美味しかったんでもう一杯注文しました。你这酒量还可以哈。あはは可以多倒了一点哈，起码1杯半了哈。あはは。这本来就是8分的。ごちそうさまでした。美味しかったです。店観光地のところからね少し外れてるんで観光客でごった返しても全然ないし、でちょっとお店の支配人かオーナーかそういう感じの人と話す機会があったんですけど、ここに住んでる人みたいなこと聞かれたんで、あんまり多分観光客ってそんな来ないのかもしれないですね。でハッカの料理ですよね。どんなものがハッカの料理なのかっていうのが体験できてよかったし、いやハッカ自体もね今までそんなに注目したことなかったんですけど、これで興味が湧きました。なんかねそういうハッカの村とか多分あるんだよね、どっかにね。そういうとこもぜひいつか行きたいな。あとお店のおばちゃんがねすごいフレンドリーでお茶いるかとかね注いでくれたり、何かとね気を配ってくれて居心地いい店でした。